どうも、あつしです。先生、なんか、はい。いつも黒帯のはずが、なんか紅白帯になってますが、昇段されたんですか？はい。独断に昇段しました。あおめでとうございまりがとうございす。ます独段、すごいですね。独断は紅白帯になるので、無事昇段することができました。それが一応報道官から証書が届いたので、そんな、なんか、高そうな袋というか。そうね。これで会員証か。独断のああ、会員証。なんか、初段とか合格した時もらえそうそう。るやつ、同赤いじ。マークっていうか、これが一応独断の証書なので、じゃじゃーん。ちょっと横に長い。本当なんか折り曲げるタイプというか、なんか。そうそう。今年の1月付でへえ。無事昇段することができました。こんな感じになってんだけどあどういうあれなの？明日は何も書いてない。そうそう。で、これ、透かしが入ってんの。これ今和紙だろうけどな、ここになんかはい。見える。はい、見えます。こういう風にはいはいはい。字を。すごいですね。じゃあその6段のなり方はいについてちょっと説明しようかなと思いまはい、す。お願いします。初段から5段までは県が主催の商談試験みたいな感じで、各県の推薦で講道館が認定して商談をするっていうんだけど、6段からは地区単位10地区なので、例えば東海とかはいはい。近畿とかはい関東とかそういう地区で推薦するっていう感じになるっていうのが5段と6段の商談試験の違うところの一つ。あとは5段までだと月並み試合って言ってだいたい月1回ぐらい各県とかで商談試験があるんだけど、6段取ろうとする人は講談社大会っていうのに出場しないといけないので、全国講談社大会、あとはその地区ごとにある講談社大会と県ごとかなにある講談社大会、それが一応3回、そういうような試合、去年からか全国の講談社大会っていうのが前は東京の講道館でしかやってなかったんだけど、東京と大阪とあったりするっていう講談社大会で、試合があって点数を取らないといけないと。で、商談するのに州、有、量、下かなのにはランクみたいなのになってて、一番上が州で、例えばその試合の実績、オリンピックに出てるか全日本、オリンピックに出てるだけじゃダメなのかな、なんかそういう実績があると修行年数っていうかなのも少なくて済む、なんかそういうランクになってる。僕みたいな一般の人っていうかな、そんな実績がない人は量で5段取ってから9年で6点で一応商談の基準になる。5段を取ってから9年と、その間にそういう講談社大会に行って6点を取ると。講談社大会はその試合で1試合だけ試合ができる。同じ段位5段同士が1試合だけ。でしかも講談社大会ってのは講道館ルールなので、国際とはちょっと違う。講道館ルールって多分あんまり知らないかもしれないけども、知らないでしょ。講道館ルール。講道館ルールは全然。そうそう、講道館ルールでやってる試合。で、その試合と、あとは型は講道館護身術っていう型を、その地区の審査を受けて合格しないといけない。型は地区だけでいいんですか？僕らは県の審査ともう一個、県に行くまでの審査みたいなのがあったので、僕は3回かな。型の試験みたいなのは実際3回受けたんだけど、あとは審判もある程度してないといけないと。あと指導実績っていうのかな。道場で教えるとか学校で教えてるとか、貢献度っていうか功績っていうのかな。ある程度柔道界に貢献してないと、一応その推薦の項目があるの。だから試合の成績、型の成績で審判でそういう功績実績みたいなのが、ポイントは1勝したら1点で、一応参加点が 0.25。これもね途中から始まったんだけど、参加点っていうのは参加点は要は負けてもその試合に出れば 0.25 もらえるし、引き分けたらプラス 0.25 になるから0.75か。勝てば勝った1点と参加点で 1.25 もらえる。ランクとか科とかそういうのとかでまた取る点数が変わるんですか？そうだから科だと修行年数が長くて点数が少なくて済む。12年で3点だったかな、修行年数っていうか。12年の間に3点取ればいい。そう、3点取ってればいい。時間経てば経つほど講談社大会の点数は少なくて済む。その点数取るときは期限みたいなのをパッともう決められるわけじゃなくて。ない、全く。ないですね。5段商談してからいつでも大丈夫。だから僕は比較的早く6点以上取ることができたから、その後はあんまり講談社大会とかは行ってないかな。もうじゃあ例えば
12年とか修行年数いるって言って3点先に取って、そこからずっと講談社大会行かずに12年経てば別にそれはそれでそう昇段できるっていう感じで、5段までと6段からは昇段試験の形が変わってくるっていう。一般の人で取れるのが大体8段ぐらいまでだね。赤帯になるっていうのはなかなかちょっとまたなんか違ってくるってことですか。8ま段から9た段。その要は昇段試験みたいなのが9段10段っていうのはその講道館のそういう昇段試験の中にも載ってないので、載ってないんですね。僕はあんま見たこともしかしたらあるのかもしれないんだけど、はいはいそこから先はそれこそねものすごく実績がないといけないとか、ね、柔道界に長く貢献してないといけないとか、はいはいはい。もうだって日本でも数人しかいないからね赤帯の方。そうですよね。なんか見たことないですよあんまり。僕紅もあんまり見白帯はたことない。そんな感じで無事取得することができましたと。また次7段はまた、ね、6段取ってから今度は12年かかるのかな、一番早くて。最短が12年。多分12年でまだ6点ぐらいが必要で、はいで試合と審判やったりとかこうやって指導もずっとやってもらわないと、要は推薦をしてもらえないっていうかな、その地区から。はいはい。またこれから7段に向けて修行が始まりますので、なるべくね若いうちにそうやって取っておいた方が、6段の昇段もそうだけど、4段5段の地区の大会の昇段の方が結構今難しいのかなと思って。そうなんです振り返ると県によっていろいろ昇段の仕方って若干違ったりするんだけど、2ヶ月に1回4段5段戦の昇段試験があって8点取ればいいのかな。2ヶ月に1回しかないですか。そう2ヶ月1回で、しかも確か負けたら点数がもらえないんだよね。引き分けか勝ちで 0.5 か1点。だから、ね、あんまりこう年を取ってからっていうか体動かなくなってから行くとその点数取るのが大変だから、4段5段。僕は比較的まだ取れるうちに行けたので4段5段まで昇段することができたけど、4段は愛知県じゃないから、4段は大学出る時に取らせてもらったので、だから4段から5段までは結構長い間あるけど時間が空いてたけど、現役の選手の時ってあんまり段位とか気にしてなかったし、それこそ紅白帯ってどうやってなるかも分からなかったから、まさか自分が取れるなんて全然思ってないし、段位よりも目の前の試合の優勝とかの方がね、価値が高いって思ってたし、こんなに柔道に関わるとも思ってなかったしね、その要は選手の時とか。そうは言ってもやっぱり取れる時に取った方がね、何があるか分かんないからね、この先ね。段位はなるべく取っていただけるといいかなと思いますので、皆さんも機会がありましたら是非昇段を目指して柔道を続けていただければなと思います。じゃあ今日はこんな感じで終わります。今回の動画が参考になったという方はチャンネル登録、高評価、コメントなどしていただけると嬉しいです。よろしくお願いします。それでは次の動画で会いましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。あとは型は講道館護身術っていう型をまた次7段が取れる時に取った方が。動画を最後まで見ていただきありがとうございました。チャンネル登録お願いします。それでは次の動画で会いましょう。